バリスタジオミュージックスクール音楽探検隊へようこそ。このチャンネルでは音楽制作や楽器演奏に関連した様々な情報をお届けしております。というわけで、今回は我がスタジオ、バリスタジオの機材紹介動画第1弾ということで、ヴィンテージエレクトリックキーボード、ローズスーツケースマーク1、こちらをご紹介しつつ深掘りしていきたいと思います。ポピュラー音楽やジャズにおいて大変よく使われているローズサウンド。ほぼ全てのエレクトリックキーボードやシンセサイザーに必ずと言っていいほどプリセットで音色が入っています。このサウンドの本家本元の音を今回はお聞きいただこうと思います。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をしてからご覧ください。というわけで、まずはこのローズピアノの歴史を簡単にご紹介したいと思います。ローズピアノはハロルド・ローズによって1965年に発売を開始。最初のローズはギターメーカーのフェンダー社とパートナーシップを結び、フェンダーローズという名称で販売されました。初号機はスパークルトップフェンダーローズという名称で1965年から発売を開始しました。その次にフェンダーローズマーク1。こちらは1969年から発売されます。この後、フェンダーという冠が取れて、ローズマーク1という機種が発売されます。1975年からです。その後、フラットトップになって上にキーボードが載せられるようになったローズマーク2。こちらは1979年から発売されます。そしてアナログシンセサイザーを搭載したハイブリッドのローズマーク3 EK10。こちらは1980年に販売開始。そして次は開発段階で頓挫し未発表のローズマーク4。1983年に発売する予定でした。そしてその後、ローズマーク5が1984年に発売。またその次は、ローズブランドからローランドに移行し、新たに電子音源方式で発売されたローズ MK80。これは事実上マーク6と呼ばれていますが、1989年に発売されます。また最近では、ローズマーク7が2009年に、ローズマーク8が2021年に発売されています。というわけで、こちらのローズ、これからじっくりと見ていきたいと思います。はい。まずパネルの中央にですね、このようにローズというロゴが入っております。先ほどもお伝えしたように、フェンダーローズからフェンダーの冠が取れて最初のローズマーク1になります。ローズはですね、ステージとスーツケースという2種類のタイプがありまして、ステージというのはキーボードのみですね。スーツケースというのはアンプがついたタイプのものになります。こちらは下にこのようにアンプがついておりますね。右の方にはですね、このように73と鍵盤数が書かれておりますね。88件のものもありますので、これは73件ということで73。続いて左の方を見てみますと、このように、ジャック類、ノブ、スイッチ類があります。まずですね、ここですね。インプットと書いてある。これインプットと書いてありますが、インプットではなくアウトプットなんですよね。ここから音が出て、ここがアンプの方に接続されています。そして、ジャックはもうあと2つありまして、アクセサリーというのがですね、あります。アクセサリー、これちょっともう見えづらいんですが、1と2、上に1、下に2というふうに書いてありますが、これ何かというと、このように名前を付けてるんですが、センドリターンですね。エフェクトのアウトとリターンが、できるようになっています。ここにエフェクターをつなげるようになっていまして、現在はですね、このように、ちょっともう使い古された生々しい傷が多い、この Line6 というモジュレーターですね。いわゆるコーラスとかフェイザー、フランジャーなどのモジュレーション系のエフェクトが入っているエフェクターになります。これともう一つ、同じく Line6 のエコーパークという、これはディレイのエフェクターになります。これがつながっております。次にですね、ボリュームノブがあります。こちらですね。これはですね、一見すると左右独立して動かせるように見えますが、これは左右一緒ですね。一緒というか、つながってますね。
一体になっている形になってますので、このようにどちらを動かしてもどちらも動くという。その横がですね、イコライザーですね。トーン。トーンをいろいろと調整できるイコライザー。トレブルとベース。この中の方がトレブルですね。で、こちらの外の方がベース。このトーンのセッティングはですね、よくローズプレイヤーが大体同じセッティングをするんですが、トレブルは全開、ベースは最小。このセッティングが多いですね。ローズはクローズボイシングでよく弾く楽器なので、そういう意味で言うと、ちょっとファットな部分が多いと、コードが濁ってしまう。ローズでかなり低い音を出すっていう、そういうものでもないので、ベースは下げる。トレブルは上げる。っていうのが多いセッティングになります。そしてこのですね、トーンのノブになってますが、これは初期型で、その後、これがスライダーのタイプ、このようなタイプのトーンスライダーに変更されます。これは年式的には古いタイプのローズになります。そしてその次、こちらがですね、ローズサウンドの最も特徴的なエフェクトになります。ビブラートですね。いわゆるトレモロというエフェクトになります。真ん中のこのノブが、このように前に引き出すとスイッチが入ります。プルオン。で、なおかつその引き出したノブを回すと、これがスピードの変化になります。そして、外のノブは深さですね。インテンシティ。デプスというかですね、深さを調整するものになります。実際このビブラートをかけた音色、かけてない音色というのを聞いてみましょう。このようにローズの特徴的なトレモロサウンド。実はトレモロというよりはパンニングをされているようなエフェクト効果になります。続いてこちらのフェイザーをかけたサウンド。こちらを聞いてみましょう。次に、ディレイのかかったサウンド。このようなサウンドになります。それでは次に中の構造を見てみましょう。はい、こちらがローズマーク1スーツケースの鍵盤部の方の中になってます。このようにですね、トーンバーという、これですね、一個一個この音が出る元となる音の共鳴する部分ですね。トーンバーがあって、その下に、見えますか？細長い針金のようなものがついてますね。このトーンバーとこの針金一体になってまして、で、これを引くと、この細い針金をこのようにですね、叩いて、で、それをこのピックアップで拾うという、そういう構造になっています。中の方、このようにですね、鍵盤は木製ですね。木製の鍵盤で、わかりづらいかもしれませんが、ハンマ
針金を叩くハンマーの部分はプラスチックになっています。プラスチックの先端にゴムがついている。そういう構造になっていますね。昔はこのハンマーの部分も木製だったみたいなんですが、さすがにこのハンマーも木製だとレスポンスがかなり悪いということで、プラスチックに改良されました。この後ですね、マーク2あたりになると、この鍵盤の方もプラスチックになってよりレスポンスが速くなるという改良がなされています。こちらのローズキーボードインストゥルメンツというプレートがありますね。下にシリアルナンバーとモデル、スーツケース73。シリアルナンバーは70617ですかね。シリアルナンバーでは年代が実は把握できないんですが、ここにですね、4552という数字が書かれています。で、実はこの4桁の数字が、年代、製造年月日を表す数字になります。この4桁の数字はですね、2種類の表記方法があって、1つは最初の2桁がその年の何週目に製造されたかを表していて、下2桁の方が製造年の下2桁。つまり1975年なら75というふうに表記されるということですね。ただこの今の4552だと45週目の52というのは1952年というのはまだ発売されてないので、違う、この方式ではないということですね。そしてもう一つの、表記の仕方は、最初の2桁は同じく週ですが、次の桁が年の下1桁。最後の下1桁が週の何日目かを表すということです。例えば、1であれば月曜日ということですね。で、この場合ですね、45は45週目。5というのは1975年ということですね。で、2は火曜日ということなので、そこから判断すると、このローズはですね、1975年の11月4日あたりに生まれたという想像がつきますね。果たしてどうなんでしょうか。では、ローズサウンドが特徴的なイントロの洋楽、これを少し弾いてみたいと思います。というわけでいかがだったでしょうか。ローズサウンドはデジタルピアノやシンセサイザーの中にも必ず入っている音色でありますし、また最近はプラグインやソフトシンセとかでもいろいろなメーカーが再現性の高い音色を作っていて、手軽に音を出せますが、やはり本物のローズの音色は存在感や空気感が違うというのがお分かりいただけたかと思います。これからもこのチャンネルでは楽器に関連する動画や DTM、またキーボード演奏についてやイヤートレーニングクイズなども取り上げていく予定ですので、ぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。またその他にも耳コピなどでのお悩みやご相談のある方は、ぜひコメント欄に書き込んでください。また、バリスタジオの LINE オフィシャルアカウントにご登録いただきますと、無料で個別相談も受け付けておりますので、ぜひ概要欄のリンクからご登録ください。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。